ごめんね、お母さん。私。なあ、日和ちゃん。当時辞めるか迷ってんの？4ヶ月前のあの夜、私は母の本懐を果たすことができました。多光姫も一時的に閣僚へ追いやることができました。とどめを刺せなかったのは不本意ですが、ノロを大量に試算させ、力の大半は奪ったはず。関東に散らばった荒玉はいずれ特裁隊が駆逐するでしょう。日和ちゃんの戦いは一区切りついたんやね。それで引退を考えてるの？多光姫本体を討つまではと考えています。ただどうにも身が入らへんってところ？実はさっき鎌倉のさなちゃんから連絡があってな。マミは本部長ですか？また日和ちゃんの力を貸してほしいって直々のご指名なんやけど、ちょっとややこしいことになってて。というと？荒玉を討伐した後でノロの回収班が何か所かで襲われてるらしいんよ。荒玉にですか？それが相手もトジらしいんや。フードをかぶった謎のトジ。本学付近で荒玉の出現が確認されました。トジは至急出撃準備をお願いします。繰り返します。本学付近で荒玉の出現が。荒玉か。日和ちゃん、荒玉だって準備できてる？かなみ、ノックくらいしろ。ごめん。日和ちゃんの部屋の前でアナウンスが聞こえたからつい。分かった、行くぞ。ごめんね、お母さん。私もう少しトジを続けてみる。日和ちゃん、なんか言った？なんでもない。寮に戻るぞ。あれ？なんか怒ってる？ひょっとしてさっきノックしないで部屋に入ったから？私は怒っていない。怒ってるよ。もしかしてあの時部屋で私に見られたくないようなことをしてたの？部屋で人に見られたくないようなこと。かなみ、少し黙れ。でも見られたくないことってなんだろう。チョコミントを使ってなんかしてたのかな？かなみ、ちょっと前に私と決着をつけたいと言っていたよな。ちょっと日和ちゃん、なんでお刀を構えてるの？いいか、かなみ、私は怒ってなどいない。ただお前と決着をつけるだけだ。顔が怖いよ、日和ちゃん。やっぱり怒ってるじゃん。4段階陣位を使ってもいいよな。多月姫を沈めるのに使った4段階陣位を？私を閣僚の彼方に葬るつもり？漏出問題が起きてからもう4ヶ月以上経ったんだよね。一刻も早く解決するために私たちにできることはないのかな？腕を磨き、任務時に全ての荒玉を倒すこと。私たちにできるのはそれだけだ。かなみは余計なことを考えない方がいい。その通りだな。難しいことは他人任せで構わない。御前試合で折紙ゆかりに切りかかった時、私についてきてくれた。正しいと思うことに理屈はいらない。考えすぎるのはかなみに似合わない。そうだね。くよくよ考え込むなんて私らしくないよね。本学付近で荒玉の出現が確認されました。一つは至急出撃準備をお願いします。繰り返します。本学付近で荒玉の出現が。
荒玉が出たようだな。出撃するぞ。荒玉討伐頑張ろう。考えるより動くだね。二人ともありがとう。任務完了だな。この3人で戦うのにもだいぶ慣れてきた。確かにここに配属された当初より連携がうまくいっている。そうだよね。二人と一緒ならどんな過酷な任務でも乗り越えられる気がするよ。と言っても慢心するなよ。油断大敵だ。明日も3人で頑張ろう。さやかさん、今ちょっといいですか？お話があります。さやかさんには明日から群馬に出向してもらう辞令が出たそうです。せっかく3人でうまく連携できるようになったのに。仕方ない。出向も都知の仕事だ。そうだよね。荒玉は関東全体に出現するんだもん。さやかちゃん、任務を続けていればきっとすぐに会えるよ。だからそれまでお互い頑張ろうね。カオル隊長、今日もよろしくお願いします。ああ、よろしく。で、その堅苦しいのもうなしにしよう。隊長って言ってもこの部隊、今は俺とさやかだけだし。他の隊員は怪我で離脱したから仕方ない。さやかが出向してきてなかったら俺一人になるところだったぜ。ああ、俺一人と一匹だな。花月姫との戦いから4ヶ月、俺は休みなしで各地を飛び回ってるんだぞ。いい加減休みが欲しい。って、さやかに愚痴っても仕方ないか。とりあえず、今日も任務を始めるぞ。隊員はネネを含めても2人しかいないけど、一応点呼。1、2、よーし、全員いるな。って2人も増えてる。お前らは確か折り紙家襲撃の時に火星に来てくれた奴らだよな。はい、人員補給のために派遣されてきました。長船女学園高等部3年、瀬戸内千恵です。同じく人員補強のために派遣された平城学館中等部2年、娘清香です。助かった。うちの隊にまともな補充が。あ、よし、今日の任務は全部中止だ。早速新入隊員2人の歓迎会をやる。カオルさん、本気？任務を中止されるのは困るのだけど。あ、ねね、どうした？荒玉か。仕方ない。歓迎会をやるにしても荒玉を倒した後になりそうだな。よーし、全部片付いたな。この子、私の胸に飛び込んできた。やっぱりネネは知恵の胸が一番好きなんだな。まあこの中でダントツで大きいから当たり前だけど。この子、せっかく可愛いのに好かれてもあんまり嬉しくない。胸がでかいのも立派な長所だろ。もっと喜べ。嬉しくないです。父の里さんには父江って呼ばれてましたしね。父江。ああ、瀬戸内知恵だからか。
いいセンスだな。カオルさん、簡単に納得しすぎ。それにそもそもセンス良くないです。久しぶりに賑やかになったな。ネネも喜んでるみたいだし、瀬戸内千恵、娘清香、2人の入隊を歓迎する。なんだか素直に喜べないわ。よーし、今日こそ千恵と清香の歓迎会をやるぞ。と言ってもサボってると思われないよう周囲の散策をレクリエーションとする。これならただ山の中を歩いているだけでも荒玉を探してるように見えるからな。カオルさんは全然本音を隠さないわね。めんどくさがりの香織隊長が散策なんて珍しい。ここには温泉と卓球くらいしか娯楽がないからな。温泉には毎晩入ってるし、卓球はさやかに勝てないからやりたくない。香織さん、意外と器が小さい。あ、清香、なんか言ったか？なんでもありません。つうわけで散策を始めるぞ。どこも似たような景色だけど、せっかくだから地形や湧き水の位置を覚えながら歩けよ。山の形を覚えておけばいちいちスマホを見なくても現在位置がわかる。荒玉と戦ってる時にスマホを見る余裕はないからな。なるほど、さすが隊長ね。勉強になります。ふふん、そうだろう。後で獣道を使った近道も教えてやる。あ、ねね、どうした？やれやれ、レクリエーションは一旦中止だ。荒玉を討伐するぞ。よし、レクリエーションを再開するか。カオル隊長、これって本当にレクリエーション？あ、どういう意味だ？カオル隊長、私たちに山での知識を教えようとしている。バレたか。ま、隊長って言っても俺もいつ他の場所に移動になるかわからないからな。今のうちに山の中で荒玉と戦う時のコツを教えておこうと思ったんだよ。だからこれは俺なりの歓迎会だと思ってくれ。隊長、素敵な歓迎会をありがとう。いつ隊長が異動になってもいいように頑張ります。カオル隊長、元気でね。送別会はいつやる？いや、まだ俺が移動するって決まったわけじゃねえから。みんなもしかして俺に出てってほしいっていう意味か？違うよな。千恵、清香、2人が移動してきてから1週間くらいが経ったが、ここで大事な話がある。大事な話？これは機密事項だが、いずれ知ることになるだろうし、今のうちに教えておく。実は最近都市を襲撃しノロを回収して回っている謎のフードの都市がいる。ちょっと前に俺たちの部隊も襲われノロを奪われた。この部隊が俺とさやかの2人だけになった理由は、そいつの襲撃を受けて部下たちが負傷したからだ。そしてフードの都市の正体は元親衛隊の指導真希だ。私たちが駆けつけた時にはみんな倒された後だった。カール、あそこみんなが倒れてる。なんてこった。おい、お前ら生きてるか？よかった。全員気を失ってるだけみたいだ。カール、あそこに指導真希が。何？まさかお前がこいつらをやったのか？あ、おい待て！カール、ノロがどこにも。くそ、あの野郎。
というわけだ。知恵、清香、フードの閉じにはくれぐれも気をつけろ。お前たちもいつ襲われるかわからないからな。そんな、元親衛隊がノロを奪うなんて、一体何のために？ところでカオルさん、なぜその話を今このタイミングで？実はな、俺とさやかに鎌倉への転属命令が届いた。だからお前らとは今日でお別れなんだ。そうだったんですか。せっかく仲良くなれたのに、残念です。いつか異動になることは分かっていた。二人には山で荒玉と戦うのに必要な知識をできる限り教えたつもりだ。知恵、清香、あとは頼んだぞ。ええ、あとは任せて。